皆さんこんにちは、さやかです。前から私たちのブログを見ている人はもう知ってると思うんですけど、なんと私たち今年からユニバーサルオーランドリゾートのアニュアルパスホルダーになりました。イエーイユニバーサルオーランドリゾートはとってもアニュアルパスホルダーフレンドリーで、年パスにはかなりいい特典もあるので、今日のマークサイロストインワールドではユニバーサルオーランドリゾートの年パスについての完全ガイドをお届けしたいと思います。皆さんはユニバーサルオーランドリゾートの年パスを買うべきか、どの年パスを買うべきか、またどんな特典があるのかについてもシェアしていくので、ユニバーサルオーランドリゾートの年パスの購入を考えている方や、ユニバーサルオーランドリゾートの年パスについて興味がある方はぜひ最後までビデオを見ていってください。それでは行きましょう。ユニバーサルオーランドリゾートのアニュアルパスは買う価値があるかに入っていく前に、まずはそれぞれの年パスのオプションを紹介していきたいと思います。ユニバーサルオーランドリゾートの年パスにはシーズナルパス、パワーパス、プリファードパス、そしてプレミアパスという4つのランクがあります。そしてこれらの4つのそれぞれのパスはユニバーサル・スタジオ・フロリダとアイランズ・オブ・アドベンチャーで使える2パークアニュアルパスと、これらの2つのテーマパークに加えてウォーターパークでも使うことができる3パークアニュアルパスがあります。2つのパークのパスにするのか3つのパークのパスにするのかは4つのランクの中でどれを選ぶかよりも選ぶのが簡単だと思います。基本的にウォーターパークに行きたいんだったら3つのパークのパスにして、ウォーターパークに行かなくてもいいんだったら2つのパークのパスにするといいと思います。そしてですね、ウォーターパークのみのアニュアルパスは販売されていないので、ウォーターパークに行きたい、ウォーターパークのアニュアルパスが欲しいんだったら3パークアニュアルパスを選ばないといけません。それでは今から4つのそれぞれのランクのアニュアルパスについて紹介していきたいと思います。それではまずはシーズナルパスです。シーズナルパスはユニバーサルオーランドリゾートの年パスの中で一番低価格で購入することができるパスです。しかしシーズナルパスにはブロックアウトデートというものが存在します。そしてこのブロックアウトデートが何かというと、皆さんはパークに行くことからブロックされていて、このアニュアルパスを使ってパークに入ることができない日にちです。そしてですね、シーズナルパスは一番低価格なだけあってブロックアウトデートの数が一番多いです。基本的には年パスがあれば1つのパークと別のパーク間の移動は自由にすることができます。しかしユニバーサル・スタジオ・フロリダではたまにコンサートが開催されていることがあるんですね。そういった際はこのシーズナルパスを持っている場合はアイランズ・オブ・アドベンチャーには入れるけど、ユニバーサル・スタジオ・フロリダにはコンサートがあるので入れない、ブロックされているという日付もあるので、もしシーズナルパスを購入した場合は旅行の前にしっかりとブロックアウトデートを確認しておくことがとっても大切です。そしてシーズナルパスにはパーキングのディスカウントはありません。海外旅行で来る場合は車はないと思うので、多分これはあんまり気にしなくていいと思います。そしてシーズナルパスにはパーク内のレストランやショップで使えるディスカウントはついていませんが、ユニバーサルオーランドリゾートの直営ホテルに滞在した場合はディスカウントを使ってホテルの部屋を予約することができます。またスペシャルイベントのチケットを購入する場合はこれらのチケットにディスカウントを使うことができます。それでは次にパワーパスです。パワーパスは2番目に安いユニバーサルオーランドリゾートのアニュアルパスです。パワーパスにも先ほど説明したブロックアウトデートがありますが、パワーパスのブロックアウトデートはさっきのシーズナルパスのブロックアウトデートよりも少ないので、より多い日にちに年パスを使ってパークに入ることができるようになります。そしてですね、パワーパスよりも上のランクの3つのパスにはシーズナルパスにはないフレックスペイというオプションを使うことができます。このフレックスペイは何なのかというと、このアニュアルパスの値段を月払いに分けて払うことができるオプションです。シーズナルパスにはこのフレックスペイのオプションがないので、シーズナルパスは一番安いパスではあるんですけど、一度にその大きい値段の全額をガッと払いたくない場合は月ごとにお支払いを分けられるパワーパスにするといいと思います。そしてパワーパスを持っているとレギュラーデイタイムセルフパーキングが 50% オフになります。そしてシーズナルパスと同様でパーク内のレストランやお店でディスカウントを使うことはできませんが、直営ホテルに滞在するならディスカウントを使うことができます。またさっきシーズナルパスを持っている場合はスペシャルイベントとかコンサートがある日はブロックされていると言ったんですけど、パワーパスを持っているとスペシャルイベントやコンサートが行われている時でもその日がブロックアウトデートでない限り
入ることができます。そしてパワーパスもスペシャルイベントのチケットを購入した際はディスカウントを使うことができます。それでは次にプリファードパスです。プリファードパスもパワーパスと同じように合計の支払いを月払いの支払いに分割することができます。そしてプリファードパスと前の2つの年パスの大きな違いはブロックアウトデートです。なんとプリファードパスにはブロックアウトデートがありません。なので本質的に一年中いつでもパークを訪れることができます。しかし2パークパスの場合はブロックアウトデートがないんですけど、3パークパスの場合はボルカノベイにはブロックアウトデートがあるので、ボルカノベイに行く日はブロックアウトデートの日にちを事前に確認しておくようにしてください。そしてこのパスを持っているとセルフパーキングがなんと無料になります。そして前の2つのパスにはなかったんですけど、プリファードパスにはアーリーテームパークアドミッションもついてきます。アーリーテームパークアドミッションはパークが公式にオープンする1時間前にパークに入ることができる特典です。しかしプリファードパスのアーリーテームパークアドミッションにはブロックアウトデートがあります。なのでアーリーテームパークアドミッションが使える日もあれば使えない日もあるということです。またプリファードパスを持っていると前の2つのパスにはついてなかったレストランやショップでのディスカウントが使えるようになります。そしてもちろんユニバーサルオーランドリゾートのホテルのディスカウントも使うことができます。そしてこれも前のパスと同様にスペシャルイベントのチケットにディスカウントを使うことができます。それでは最後にプレミアパスです。ちなみにこれは私が持っているアニュアルパスです。プレミアパスにももちろんフレックスペイオプションがあります。そしてこのパスでは2パークパスにしようが3パークパスにしようがブロックアウトデートが全く存在しません。なのでいつでもどのパークにも行けるようになります。さらにですね、このプレミアパスにあるすごくいい特典はなんと4時以降にユニバーサルエクスプレスを使うことができるんです。このユニバーサルエクスプレスは、エクスプレスラインですね。なので4時以降だったら1つのアトラクションに1回に限りエクスプレスラインを使って通常のスタンドバイラインをスキップすることができます。この4時以降のエクスプレスパスは私たちがこのプレミアパスに決めたすごく大きな要因です私たちは結構列で並ぶのが嫌いで、この特典はすごいいいなと思ったので、もうこの特典について知った瞬間もう即決でしたそしてですね、このパスには無料のセルフパーキングもついてるんですけど、さらにバレーパーキングとプライムパーキングも使うことができます。そしてプリファードパスについていたアーリーパークアドミッションももちろんこのプレミアパスについてますが、プレミアパスにはアーリーテームパークアドミッションのブロックアウトデートがありません。なので365日いつでもアーリーテームパークアドミッションを使うことができます。そしてもちろんレストランやショップでディスカウントを使うことができますが、実はプレミアパスのディスカウントはプリファードパスのディスカウントよりも大きいんです。なのでプレミアパスを持っていればより大きなディスカウントを受け取ることができます。そして他のパスと同様ユニバーサルオーランドの直営ホテルでディスカウントを利用することができ、スペシャルイベントのチケットにもディスカウントを使うことができます。あとですね、 4PM エクスプレスパスと同じでこのプレミアパスにしかない特典なんですけど、なんとプレミアパスにはハロウィンホラーナイトのチケットが1つ無料でついてきます。ハロウィンホラーナイトのチケットはだいたい$100ぐらいなんですね。そしてプレミアパスにはこのハロウィンホラーナイトの無料のチケットの他にも 4PM エクスプレスだったり大きなディスカウントだったり結構特典がいろいろある、結構特典が大きいので、もしハロウィンホラーナイトに行きたくてプリファードパスにするかプレミアパスにするか迷ってるんだったら絶対にプレミアパスにした方がいいと思います。それでは少し長くなりましたが、以上がシーズナルパス、パワーパス、プリファードパス、そしてプレミアパスの4つのユニバーサルオーランドのアニュアルパスの紹介になります。それではここで皆さんが4つのそれぞれのパスの特典について知ったところで、今からユニバーサルオーランドのアニュアルパスを買うべきかどうかについてシェアしていきたいと思います。前にも言った通り、基本的に年パスがあればパークとパーク間の移動は自由にすることができます。そしてもし年パスと同じようにパーク間を自由に移動できる2パーク1デーチケットを買う場合、このチケットの値段は$164からです。そしてこのチケットを3日分買うともう$492になるんですね。そして年パスの値段は今後変わる可能性もあるんですけど、今のところシーズナルパスの値段は$424.99なんですね。なのでこの計算からすると
2パーク1デーチケットを3日間分買うよりシーズナルパスを買った方が安くなるんです。そして1パーク1デーチケットは109ドルからなので、この場合1パーク1デーチケットを4日間分買うよりもシーズナルパスを買った方が安くなります。この他にも年パスがあったらホテルのお部屋にディスカウントを使えたりとか、あとさっきそれぞれのパスを紹介した時は言ってなかったんですけど、ユニバーサルオーランドのパスホルダーだったら UOAP ラウンジっていうアニュアルパスホルダー限定のラウンジに行くことができるんです。こういったようにアニュアルパスホルダーとしての特典がいろいろ使えるので、基本的に4回以上パークに入る予定があるんだったらデイチケットを買うより年パスを買った方がお得になります。しかしですね、これには例外があります。去年までだったら4日間以上パークに入るんだったら絶対に年パスを買った方がお得だったんですけど、今年に入ってからユニバーサルオーランドが結構アグレッシブなパークチケットのプロモーションを開催し始めたんですね。そしてプロモーションがある場合は年パスを買うよりもプロモーションを使ってパークチケットを購入した方が安くなります。なんと私がこの動画を撮影している今、2パーク2デーチケットを買ったら3日分のチケットが無料になるプロモーションがあるんです。簡単に言えば5日間分のチケットをなんと2日分の値段で買うことができるんです。そしてパーク間の移動がしたい場合はパーク2パークチケットにアップグレードすることができ、またウォーターパークに行きたい場合もウォーターパークを含めたチケットにアップグレードすることができます。このプロモーションはいつまで続くかはわからないんですけど、これはもうとってもすっごくお得なプロモーションなので、このプロモがあるときは絶対に使ってください。そしてこのプロモーションが終了してしまった際はユニバーサルオーランドのアニュアルパスの購入を検討してみてください。そしてですね、もしユニバーサルオーランドリゾートのアニュアルパスを購入すると決めた際、皆さんが知っておくべき裏技があります。4つのそれぞれのパスについて説明したときに、レストランやショップのディスカウントやパーキングのディスカウントはプリファードパスかプレミアパスでないとついてこないって言ったんですけど、家族全員分アニュアルパスを購入する場合、これらのディスカウントを使うために全員がプレミアパスかプリファードパスを持ってないといけないというわけではないんです。誰か1人がプリファードパスかプレミアパスを持っていれば全員がそのディスカウントを利用することができます。パーキングに入るときもお会計をするときも全員がそのパスを見せないといけないわけではないので、そこはもし例えば家族全員分のアニュアルパスを購入する検討をしてるんだったら頭に入れておいてください。そしてですね、前にも言った通りプレミアパスのレストランやショップのディスカウントはプリファードパスのレストランやショップでのディスカウントよりも大きいんですけど、ホテルのディスカウントはどのパスを持ってても同じです。そしてさっき少し触れたんですけど、年パスがあればユニバーサル・スタジオ・オーランドのアイランズ・オブ・アドベンチャーにある UOAP ラウンジっていうアニュアルパスホルダー限定のラウンジにアクセスすることができます。ここは基本的にアニュアルパスホルダーの休憩所みたいなところで、エアコンが効いた涼しいお部屋の中でくつろいだり、アニュアルパスホルダー限定のグッズをショップしたりすることができます。それでは私たちの前回のフロリダ旅行で実際にこのユニバーサルオーランドのアニュアルパスを使ってみての感想なんですけど、私たちはディスカウント付きのプレミアパスがあるので、食べ物を買う時とかグッズを買う時とかに結構お金を節約することができました。テーマパークの食べ物とかって安くないじゃないですか。そしてその出費って結構かさばるじゃないですか。それぞれの時にディスカウントを使うことができて、グッズも 15% オフになったので、食べ物とグッズのディスカウントだけでも結構なお金を節約することができたと思います。私たちは海外旅行で行ったので車がなかったのでパーキングは使わなかったので、そこの特典は全然使わなかったんですけど、一番あってすごく便利だった一番使った特典は4時以降のエクスプレスパスです私たちは乗り物に乗りに行くのが大好きなんですけど、4時以降はアトラクションの待ち時間を気にせずに次々と乗り物に乗ることができるので、すごくたくさん使ってすごく便利でした。あとハロウィンホラーナイトのチケットですね。ハロウィンホラーナイトは9月から10月にかけて開催されるので、まだ私たちは体験したことがないんですけど、なんと今年はせっかくチケットがこのアニュアルパスについてるということでハロウィンホラーナイトに初めて参加するので、
その時のブログが見たい方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それと 4PM エクスプレスパスと同じぐらい大きいと思うのがこのフレキシビリティですね。私たち年パスを買う前はチェックインの日とチェックアウトの日は一日中パークにいることができないのでパークのチケットは買ってなかったんですね。なのでチェックインの日とチェックアウトの日はパークに行けてなかったんです。だけどこの年パスがあるおかげでチェックインの日もチェックアウトの日でも好きな時にいつでもパークに行けるようになったのはすっごくすごく便利になりました。なので私たちにとってはこのフレキシビリティがあるだけでもこのアニュアルパスは買ってよかったなとすごい思います。年パスを買って元が取れるかどうか、年パスを買う価値があるかどうかは何日パークに行くのか、どれぐらいディスカウントを使うのかっていう、いろんな要素によると思うんですけど、基本的に1年間で複数日の旅行でユニバーサルに2回以上行く場合、例えば夏休みに何日か行って冬休みにも何日か行く場合、この場合は基本的に年パスを買った方がお得になると思います。それでは以上でユニバーサルオーランドリゾートのアニュアルパスについてのガイドは以上になります。皆さんはユニバーサルオーランドの年パスを購入する予定ですか？ぜひコメントで教えてください。そしてですね、今日は4つのそれぞれのパスの値段については入っていかなかったんですけど、これはなぜかというと値段は今後変わるからです。ですがもし皆さんがそれぞれのパスの値段について興味がある場合はディスクリプションにユニバーサルオーランドのアニュアルパスのウェブサイトのページを載せておくので、そのページをチェックしてみてください。そしてこのビデオが少しでも参考になったらビデオにいいねをよろしくお願いします。私たちはこのようなディズニーやユニバーサルについての情報を配信したり、旅行に行った時のブログを配信したりしているので、もし皆さんが興味があればぜひマークサイロステインワイドにチャンネル登録をよろしくお願いします。そして私たちが新しい動画をアップロードした時にそれらを見逃さないようにこのチャンネルの通知をオンにしておくことも忘れないようにしてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical. Bye!